チャンネルへようこそ。今回はですね、安全靴、こちら私はキンバーで働いてからもずっと使っていた安全靴なんですが、こちらスティールトーなんですよね。で、多分ほとんどの安全靴ってそうなってると思うんですが、まあ車に踏んづけられたりとかしても全く問題ない、安全であると、まあいろんな釘を踏んでもですね大丈夫だということなんですが、それでですね、こちら本当に安全なので、こちらのスティールトーンの安全靴、ぶっちゃけどれぐらい安全なのっていう話ですよね。今回の動画を見ることでですね、安全靴の安全性を検証していこうと思っております。なのでこの動画を見ることで9ミリ弾、そして357マグナム弾をですね、安全靴に打ってもどれくらい安全靴が安全なのかということが分かります。一つだけ言っておきます。安全靴侮らないでね。安全靴侮っちゃダメ。非常に安全だから。それでは行ってみましょう。やはりこういう感じでセッティングすることにしました。でもっと言ってしまう、ここからなんですよね。ここからまず9ミリ弾で打っていこうと思います。9ミリ弾で貫通すると思います？どう思いますか皆さん。私はですね、貫通するんじゃないかなと思います。9ミリ弾結構強いので、これで貫通するんじゃないかなって、一発で実験終わるんじゃないかなって僕は思っております。それでは行ってみましょうか。そして使用数10、使用数10はジョン・ウィック HK-P38 です。ジョン・ウィックモデルです。こちら9ミリ弾の弾丸が入ってます。距離はだいたい12メートルぐらいですね。はい、正直怖いです。というのもですね、こういった丸みのあるスティールって長弾しやすいんですよ。なのでちょっとセーフティーかけてますが怖いです。それでは行ってみます。さあどうかな。見てください、これここ当たりました。でへこんでないんですよ、一切。すごくないですかこれ。ここ当たるようにちょっと頑張ってみますね。あれから数回やってみてですね、ここに当たって最初がで、ここに次当たって、ここもへこまなくて、へこんでないんですね。で最後にここ当たりました。ここはですね、若干へこんだって感じですかね。それでもやっぱ若干ですね、こう本当にこういう感じで若干へこんでるんですよ。本当にそうだな、まだ履けるレベルぐらいへこみって言っても本当に 2,3 ミリぐらいですね、へこみが。ここは全くへこんでないですね。丸みを帯びてるところは全く。すごいな。9ミリなんでもやっぱり止まるんですね。すごいですね。357マグナムで行ってみましょうか。OK。 それではコルツパイソン357マグナムで打っていきましょうね。いきます。石に当たってしまったんでもう一度セットしました。
難しい。バッチリ当たりました。次は357マグナム9ミリ弾と桁違いですね。こちら見ていただきたいんですが、もう一発でへこんでます。これ7センチ約10センチがへこんでますね。すごいでしょこれ。へこみ方が良いですよね。他の9ミリ弾はこんな感じでほとんどへこんでないんですよ。ここは若干へこみましたよね。ここは若干へこみましたよね。でここはまあへこんではいないんですよね。まあ形は変わってない。でもこの357マグナムで打ったところ、へこみ方これ異常ですよね。もう指が入りますもん。こんな感じで。すごいでしょ。いややっぱ威力桁違いです。とまあ今回の検証動画でですね、9ミリ弾では安全靴をへこませることはできませんでしたが、357マグナムであればこの安全靴をへこませることができたというぐらい安全靴は安全だということですね。私が驚いたのは357マグナムでも9ミリ弾でもそれぐらいだったら多分穴が開いちゃうんじゃないかなと思ったんですよね。ところがどっこい、安全靴は意外にも安全すぎるほど安全でした。やっぱすごいですね、安全性って。いやーもう脱帽者です。安全靴侮っちゃダメ、本当に安全だから。ということでですね、もう最後にまたお見せしますけども、もう357マグナムの威力えぐいですねこれ。いやー多分38スペシャルでここまでならないんですよ。なので9ミリ弾ではね、へこみはしなかった。本当にへこみはしてないんですよ。本当に傷というかなんですかね、まあもちろん皮のところは穴開いてますけどね、皮のところは穴開いてますけど、鉄の部分スチールのところは一切変形してないです。これはですね結構すごいですよ。ということはですね、357マグナム弾であれば防弾チョッキを着ていても相当痛いということが分かると思います、多分。はい、私は撃たれたことないんで分かんないです。ですがですね、元軍人の人間がですね防弾チョッキを着た状態で撃たれたことがあるらしくて、でいや実際どうなのよという話を聞いたところですね、お前さってマイク・タイソンがさグローブをはめて、ね、ボディ打ったからって痛くないわけないじゃんって。確かに弾は貫かれないよと、ね、防弾チョッキで止まるよって。でも威力ダメージはあるからって、相当あれ痛いからねって、はい、言っておりました。それ以降ですね、やっぱり防弾チョッキ着てても痛いんだなということがですね、私の知識にもなりました。ただですね、防弾チョッキにもですねいろいろレベルがあって、まあ確か彼が使ったレベル3とかいうやつだったらしくて、わかんないです、ちょっとそこまで詳しく聞いてないですけども、とにかく防弾チョッキ着てても撃たれたら痛いということですね。っていうのはですね、先ほどの安全靴で見ていただいた通り、安全靴でもへこむんです。このダメージがそのままね体にガーンくるわけですから、それは痛いですよ、相当ね。止まっていても痛いです。はい、そんな感じの検証でした。
この動画が、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週ステイチューン。じゃあねと言いたいところなんですが、実はもうすぐクリスマスですよね。アメリカでも結構クリスマスもうすぐなんですよ。あさってかな、あさってクリスマスなんです。いやー1年早いですね。どうでした皆さん、今年の1年は。もうすぐですがまだまだね、数日残ってますが、体には気をつけて今年1年バシッと過ごしていただいて、健康で健やかに過ごしていただいて、新年をお互い無事で平穏に迎えていけたらと思います。それではまた来週。じゃあね。